自然が近いっていうのがすごい助かってて、ちょっと歩けばお寺とか、それぞれの場所で四季の花、大体どのシーズンでも見応えあるもの見れるし。この京都会チャンネルではですね、京都にゆかりのある、面白い人を、順番に訪ねていってインタビューするような、ことをやっていきたいなと思ってます。で、今日はですね、池上正則さんというですね、日本画家の人を、訪ねたいと思ってます。そもそも日本画って何なんっていうところからですね、ちょっと順番に聞いていって、真相に迫りたいと思ってますので、じゃあ行きます。あんまり馴染みがないかもしれないですが、一応日本画家ということになりますので、日本画を描いてます。日本画って何ですかってことですよね。はい。日本画というのは、明治に洋画の対抗する概念として生まれた言葉なので、それ以降に描かれている絵画で、材料とか特徴があるようなないようななんですけど、何かそれぞれがそれぞれに日本画ってこうだよねみたいなのを思ってたりもするので、一般的にその日本画家の人がよく使う画材とか、日本画ではかなり古典的な技法を未だに、使うことが多いんですけど、よく使うものとかはあって、で一番言われるのは岩絵の具と、それからにかわですよね。にかわっていうのは接着剤なんですけど、岩絵の具っていう顔料、色の粉をにかわという接着剤でくっつける。で、彩色していくっていうところが大きな特徴だと思いますね。今日も見てて思ったんですけど、全部やっぱ自然のものでできてますよね。でだから有限なんですよね。にかわがもうなくなってきてるとかっていう話もあって、有限なもので半永久的に、残る絵というか描いてるというなんかそこにもちょっと芸術性を感じたんですけど、材料がなくなっていく、その作り手がいなくなるっていうのはすごく問題としてあって、使ってる道具がなくなる、もしくは質が変わるっていうのはもう常にあることなんですよ。だから各時代でそうやってずっと同じものが手に入るっていうのはなかなかない。この中で、自分でその道具を自分に合わせていくとか、作家がそれを把握して、じゃあこういうことで使えるかなっていうので新しい技術が生まれると思うので、ずっとこの技法だけやってればいいやみたいなのは難しいだろうなと。主にテーマにしてるとか、なんか一貫してる点とか、意識してる点とかってあるんですか？現実世界みたいなところからそもそもちょっと離れたいっていう思いがあって、異世界というか、僕の思う理想的な、僕が行ってみたい世界観の中、まずその世界観を描きたいっていうのがあって、それぞれモチーフをその都度その都度描くわけですけど、そのモチーフたちはだからその世界の中でどういう存在かっていう考え方をしてるんです。例えば動物園で動物スケッチして、じゃあ次はこの動物描こうかなとか、なんか鳥描こうかな、花描こうかなとかっていうのは、僕はもう常に僕の理想の世界観に興味があって、でその世界の中に、例えば鹿だったら鹿が登場したらこうかなとか、自分の中で世があって、でその中に、例えば猿を置いてみたと。でこんな感じ、あるいは猿の目線から見たらこんな感じっていうのを、イメージして作品を作っていると。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やっぱ
ぱりすごく面白かったですね。京都の街の中で普段散歩しながらインスピレーションを感じてるっていうところを聞いて、京都に住んでるっていうのもその影響してるんだなっていうのをすごく感じたので、なんかすごく京都っていう土地も不思議な魅力をやっぱり持ってるなっていうのを改めて感じました。今回に限らずですね、京都にゆかりのあるすごい面白い人をいっぱい知ってるんで、これからもなんかこういう形でちょっと順番に訪ねていっていろんな話聞きたいなというふうに思ってますので、もし興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いできたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。